もしあなたがエンジニアの仕事ってキーボードに向かってコツコツとコードを書いてバグを見つけて直すことだって思っているなら、ちょっと認識を改める必要があるかもしれません。そうですね。もはやそういう時代ではないですからね。はい。2026年の現在、私たちが直面している現実は全く違いますよね。リスナーのあなたが例えばコーヒーを入れている間に、AI が勝手に GitHub のイシューを閉じている。なんかそういう時代に突入しているんです。まさに、開発のボトルネックって、もはやコードを書くスピードではなくなったんですよね。確かに。今の最大の課題は、人間には到底制御しきれないスピードで自律的に動き回るシステム群を、どう管理して、どう方向づけるかっていう点に完全にシフトしています。なるほど。よし、これらを紐解いていきましょうか。今回のディープダイブでは、まさにその最前線に迫ります。手元にあるのは、2026年3月14日時点の全のトレンド記事とか、レブコミュニティの技術ブログなんかですね。現場で実際に戦っている開発者たちのかなり生々しい記録の束ですよね。そうなんです。で、ここから見えてくる今回のミッションというかテーマなんですが、AI による自動化、システムの信頼性、そして従来型 SEO の終焉っていう、一見バラバラに見えるトピックの点と点をつなぎ合わせてみたいと思います。はい。非常に興味深い全体マップが見えてくるはずです。リスナーのあなたに現代テクノロジーの全体像を提供できればなと。というわけで、まず最初のポイントなんですが、AI が単なる外部の便利ツールじゃなくて、もう完全に同僚になっているという話ですね。開発チームの内部にいる自律的な同僚へと変貌を遂げているという事実は、本当に注目すべき点です。資料を見てて本当に驚いたんですけど、ある開発現場の事例で GitHub のイシューに QA バグっていうラベルをつけた瞬間にですよ。はいはい。裏側でクロードコードが自動的に動き出して、もうバグ修正のプルリクエストまで作ってしまうっていう、人間がこのバグ直してって指示するステップすら存在しないんですよね。そうなんですよ。ラベルを貼るだけで、あとは見えないゴーストが勝手に仕事をしてくれるような感覚ですよね。しかもこれ単にコードを直すだけじゃないんです。ほう、というと？例えば、プレイライトっていうブラウザ操作ツールで書かれた E2E テスト、ユーザーの操作をシミュレートするテストがありますよね。自動テストですね。最近では、そのテストシナリオをそのまま OWASP-ZAP というセキュリティツールに直接通して、脆弱性診断まで一気通貫で自動化している事例も報告されているんです。それってつまり、ユーザーがログインしてボタンを押すっていう普通のテストのついでに、なんかここに SQL インジェクションの脆弱性はないか、みたいなハッカー視点のテストも AI とツールが勝手にやっちゃうってことですか？まさにそういうことです。人間が意識しなくても、パイプラインの中でセキュリティチェックまで完結してしまうんです。いやー、すごい時代ですね。そういえば QM2 っていう CLI のクイズツールの事例もすごく象徴的でした。あの事例ですね。ジェミニートゥイートジーローフラッシュを統合したという。はい。コマンドラインで動くツールなんですけど、ユーザーが特定のトピックを入力するだけで、わずか10秒で20問のクイズを自動生成してしまうという。ただ、あの QM2 の事例で本当に評価すべきポイントって、AI にクイズを作らせたこと自体ではないんですよ。と言いますと？裏側の仕組みの話ですか？そうです。ここで非常に興味深いのは、外部の AI API に依存するっていうことは、常に API の利用制限とかネットワークの揺らぎみたいな不確実性と戦うことを意味するんですね。確かに。AI 側が落ちてたらツールも動かなくなっちゃいますからね。そこで開発者は、もしジェミナイ2.0フラッシュが応答しなかった場合、瞬時に計量モデルである 1.5 フラッシュへ切り替えるフォールバックチェーンを実装しているんです。なるほど。いざという時のバックアップ経路を作っておくわけですね。はい。その結果として、AI という不安定な要素をシステムに組み込みながらも、なんと 84% という高いテストカバレッジを維持しているんです。84%! それはすごい！文句も言わないし、眠らないし、しかも自分が失敗した時の代替案まで持っている。もう最強のインターン生みたいですね。本当にそうですね。でも、ここでちょっと疑問なんですけど、もしテストもバグ修正もクイズ作成みたいなコンテンツの生成も全部 AI が自動でやってくれるんだとしたら、はい。私たち人間のコードを書くっていう仕事はもう解決済みの問題になったんでしょうか？エンジニアはもうお役御免なんですかね？いえ、それは全くの逆です。
手作業でコードを書くハードルが劇的に下がったからこそ、エンジニアの仕事はより高次元で複雑なものに移行したんです。ほう、高次元というと？ AI に仕事を任せるからこそ、その AI 自体をどう管理して、どう正しい文脈を与えるかという全く新しい次元の課題が生まれているんですよ。なるほど。AI を使う側としての課題ですね。AI はもはや単なるチャットボットではなくて CI/CD などのパイプラインの一部として自律的に動いていますから、だからこそその制御が人間の新たな主戦場になっているんです。制御ですか。はあ、そこで資料に出てきたファセッテッドプロンプティング、ファステッドプロンプティングっていう技術につながるわけですね。はい、まさにそこです。これ最初はただの小難しいプロンプト術かなって思ったんですけど、仕組みを知るとすごく理にかなってますよね。そうなんですよ。AI にお願いする内容が今はもう複雑になりすぎていて、一つの巨大なテキストボックスにあなたはプロのエンジニアです。ルールはこれ、知識はこれ、出力はこの形式で、みたいに全部詰め込むと AI が混乱しちゃうんですよね。人間も同じですよね。一人の新入社員に対して会社の理念から部署のルール、今日のタスクの具体的な手順までを一度に大声で叫んでもまともに動けるわけがありませんから。確かにパニックになりますよ。ファセッテッドプロンプティングはその巨大な指示書を役割、ルール、知識、作業指示といったモジュールごとに細かく分割して管理するアプローチなんです。まるで会社の中で部署ごとにマニュアルを整理するような作業ですね。まさにその通りです。AI というツールが強力になればなるほど、それを扱う側の、リテラシーとか構造化する能力がボトルネックになってくるんです。なるほどなあ。そういえば資料の中に、ある企業が一部のエンジニアだけが AI を使いこなす現状に危機感を抱いたっていう生々しい記録もありましたよね。全社で AI リテラシーを標準化しないと組織として終わると判断して、クロードコードの全社導入を急いだという事例ですね。それってつまり、一部の天才プログラマーだけじゃなくて、チーム全員が AI っていう新しい同僚とうまく話せるようになるってことですよね。はい、そういうことです。でもここからが本当に面白いところなんですけど、この文脈を整理して伝えるっていうスキルが AI 相手だけじゃなくて人間同士のコミュニケーションにも跳ね返ってきている点なんですよ。ナレッジワークという企業の技術文書に関するブログ記事の話ですね。そうです。そこでは技術文章の冒頭には単なる結論とか結果だけを書くじゃなくて、なぜそれをやるのかっていう目的や文脈を含んだ要約を絶対に書くべきだと主張していました。これは非常に重要な指摘なんですよ。これを全体像に結びつけて考えると見ると、ちょっと待ってください。これって要するに私たちはいつの間にか生身の人間をより詳細な文脈、つまりプロンプトが必要な AI モデルみたいに扱い始めているってことじゃないですか。その見立てはかなり的確ですね。これをやれっていう結果だけじゃ動けないから背景というプロンプトを与えろみたいな。AI ツールの全社導入の真の目的って実は単なる作業の効率化ではないんです。組織内に文脈を共有するための共通言語を作ることなんですよ。共通言語ですか？はい。AI であれ人間であれ、なぜそれをするのかという、いわゆる Why のコンテクストが与えられなければ、この複雑な現代のシステム開発では機能不全に陥ってしまうんです。文脈がなければシステムは回らないと。いやー、深いですね。でも、ここで一つの疑問が湧いてくるんですけど。はい、何でしょう。AI が自律的にバグを直してコードを爆速でデプロイするようになると、新たな悪夢が生まれる気がするんです。悪夢ですか？だって人間には到底レビューしきれないスピードでシステムが更新され続けるわけじゃないですか。だとしたら一つの小さなエラーがドミノ倒しみたいにシステム全体を瞬時に破壊してしまう危険性があるんじゃないかなって。それは全くその通りです。この問いは非常に重要ですね。開発スピードの爆発的な向上は裏を返せば障害のスピードも爆発的に上がったことを意味しますから。ですよね。だからこそバックエンドのアーキテクチャは劇的な進化を遂げざるを得なかったんです。Go言語の分散システムにおけるエラーハンドリングの資料がまさにその解決策を提示していました。あの資料にあったカスケード障害の話ですね。システムが細かく分割されたマイクロサービスアーキテクチャでは、例えば一番奥にあるデータベースが少し遅延しただけで
それを呼び出しているサービスが待ち状態になっちゃって、そうです。そしてさらにそれを呼び出している別のサービスがパンクして、結果的にシステム全体がダウンしてしまうんです。恐ろしい連鎖ですね。それを防ぐにはどうするんですか？第一歩は、エラーに文脈を持たせるトレイス ID の付与です。どこで何が起きたのかというコンテキストをリクエスト全体で共有するんです。なるほど。ここでもコンテキストが出てくるんですね。はい。そして、より物理的な防御策として不可欠なのが、サーキットブレーカーという設計パターンです。サーキットブレーカー。家にある電気を使いすぎるとバチッと落ちるブレーカーと同じですか？概念としてはまさに同じです。外部のサービスやデータベースでエラーが連続して発生した場合、理磁気にリクエストを送り続けるのではなく、一時的に通信を遮断するオープン状態にするんです。なるほど。通信を開放して切り離すわけですね。ええ。これで自らのシステムが道連れになるのを防ぎます。そして、しばらく時間が経ったら、少しだけリクエストを通してみて回復しているか探るんです。これがハーフオープン状態です。半開きにして様子を見るんですね。賢い。で、問題がなければ通常のクローズド状態に戻して通信を再開します。なるほど。相手が溺れている時に無理に助けに行って一緒に沈むんじゃなくて、一旦ロープを切って自分の安全を確保するわけですね。ええ、非常に的確な例えです。でも、エラーが起きたら普通、エンジニアって再試行、リトライをしますよね。資料にはそのリトライが逆にシステムにとどめを刺すこともあるって書いてありました。はい。指数的バックオフとジッターの下りですね。そうです。それです。あれも詳しく教えてもらえますか？もしシステムが一時的にダウンして、1万個のマイクロサービスが一斉に接続できませんでしたというエラーを受け取ったとしますよね。はい。この時、全サービスが、じゃあ1秒後に再接続しようという単純なルールで動いていたらどうなると思いますか？1秒後に1万個のリクエストが復旧したばかりの弱ったサーバーに一斉に押し寄せるってことですよね。また落ちますね、確実に。そうなんです。それがいわゆるサンダリングハード、つまり雷に驚いた群れが一斉に押し寄せる問題と呼ばれるものです。なるほど。それを防ぐには？再試行の間隔を1秒、2秒、4秒、8秒と倍々に増やしていくんです。これが指数的バックオフです。タイミングを散らすわけですね。はい。でもこれだけではまだ不十分で、結局同じタイミングでリトライが集中する可能性があるんです。そこでジッターというプラスマイナス 25% 程度のランダムな揺らぎを意図的に加えます。つまりブラックフライデーのセールで開店と同時にお客さんがドアに殺到して入り口が壊れるのを防ぐために、あなたは1秒待って、あなたは 3.5 秒待って、あなたは7秒待ってから入ってねみたいにランダムに時間をずらすようなものですね。見事な交通整理です。まさにその通りですね。そしてこの堅牢なアーキテクチャの根底にある最も重要な思想がグレースフルディグレデーション、つまり優雅な縮退なんです。優雅な縮退。はい。システムは決して失敗しないと考えるのはもはや時代遅れの幻想なんです。失敗を前提としてもし一部が壊れてもシステム全体を落とすのではなく、機能を制限してでも生き残るように設計するべきだという考え方です。なるほど。例えばユーザーのプロフィール画像を取得するサービスが死んじゃっても画面全体を真っ白なエラーページにするんじゃなくて、デフォルトのシルエットアイコンを表示しておくみたいな。そうです。ユーザーには何事もなかったかのようにアプリを使わせ続けるんです。完璧な SLI 写真を求めるんじゃなくて、どう優雅に転ぶかを考える。面白いですね。で、そのための約束事として出てくるのが資料にあった SLI、SLO、SLA っていう指標ですね。ええ。システムの信頼性を計測して約束するための共通言語です。これちょっとパーティーの例えで考えさせてください。お、いいですね。どうぞ。まず SLI、サービスレベルインジケーターは現在の測定値、つまりパーティー会場に今何人お客さんが来ているかとか、音楽のボリュームは適切かっていう生データですね。はい。まさに測定指標です。次に SLO、サービスレベルオブジェクティブは社内の目標値。例えば 99.9% の時間はフロアを盛り上がった状態に保つぞっていう運営側の目標ライン。ええ。そして最後の SLA、サービスレベルアグリーメントは外部との契約、つまりもし音楽が1時間以上止まったら招待客にチケット代を全額返金しますよっていうユーザーとの厳しい約束事ですよね。
完璧な比喩だと思います。開発のスピードが上がり、AI がコードを量産する時代だからこそ、この SLA という厳格な約束を守るための落ちないアーキテクチャがこれまで以上に極めて重要になっているんです。なるほどな。ここまででバックエンドがいかに緻密に失敗を前提として作られているかがよくわかりました。はい。でもシステムがどれだけ堅牢でもそれを使ってくれるユーザーに届かなければ意味がありませんよね。ここでフロントエンドとマーケティングの話に移るわけですが、私資料を読んで少し背筋が寒くなりましたよ。2026年現在 B2B の SaaS 領域では開発者たちはもう Google 検索を使っていないって。そうですね。SEO の終焉という言葉は数年前から囁かれていましたが、今やそれが完全に現実になりました。うわ開発者や技術選定を行う CTO たちは、Google の検索窓にキーワードを打ち込むのではなく、ChatGPT や Perplexity、Claude といった LLM に直接質問して解決策や製品を探しているんです。つまり人間が見るための検索エンジンの順位を上げる SEO ではなくて AI の言語モデルに自社製品を認識してもらうための AAO、AI エンジン最適化の時代になったと。はい。でもちょっと待ってください。それってつまり人間が見るための綺麗なデザインとかキャッチーなコピーライティングよりも機械のための最適化の方が重要になっているってことですか？それってウェブサイトの存在意義そのものが変わっちゃいませんか？残念ながらその通りです。AI は人間向けの派手なアニメーションとか感情に訴えかけるコピーには全く興味を示しませんからね。じゃあ AI は何を求めているんですか？彼らが求めているのはノイズのない構造化された事実なんです。そのための最も直接的な手法がウェブサイトのパブリックフォルダに llms.text というテキストファイルを配置することです。llms.text なんか昔の robots.txt の進化版みたいなものですね。このファイルには AI のクローラーに対して我々のサービスはこういう技術スタックでターゲットは誰で料金体系はこうなっているという純粋な事実だけをマークダウン形式で記述するんです。ほうほう。人間が見るトップページとは完全に切り離された機械専用の裏メニューですね。さらに JSON-LD という形式でソフトウェアアプリケーションなどの構造化データを HTML に注入して AI がパースしやすい形で情報を与えます。なるほど。AI の胃袋に直接消化しやすい栄養チューブをつないであげるような感覚ですね。そうです。しかも資料によると AI に信頼できる情報源として扱ってもらうためには自社の主張だけじゃダメなんですよね。EU、AI 法とかの公的な一時情報へ直接リンクを貼るオーソリティアンカーっていう手法ですね。AI は権威のある事実と接続されているデータを優先するから。はい、おっしゃる通りです。そしてこの機械のために最適化するというアプローチはマーケティングだけじゃなくてシステムのテスト自動化というフロントエンドの最前線でも起きているんですよ。資料にあったプローズミローの攻略法ですね。あれは本当に現代の開発の奇妙さを象徴していました。本当にハッカー的な手法でしたよね。プロズミローとかドラフト .js みたいな最近のイケてるリッチテキストエディタに対してAI のテストボットが自動でテキストを入力しようとしても全く文字が打ち込めないっていう問題。はい。プレイライトなどのテストツールには通常フォームに文字を入力するためのフィルとかタイプといった便利なコマンドが用意されているんです。普通はそれでいけますよね。しかしモダンなリッチテキストエディターはブラウザ標準の入力フィールドを使っていないんですよ。キーボードの入力をすべて裏側で傍受して独自の仮想的なドキュメントモデルを構築して画面に表示しているんです。なるほど。だからテストボットがテキストボックスに文字を入れるぞって通常のウェブページの感覚でアクセスしてもエディタ側は物理的なキーボードが叩かれた形跡がないぞ。これは不正な入力だって判断して完全に無視してしまうわけですね。その通りです。そこで開発者たちがどうしたか。気になります。彼らはブラウザの歴史の墓場から非推奨とされている古いネイティブコマンド、ドキュメント .exec コマンド、インサートテキストというものを引っ張り出してきたんです。非推奨のコマンドをわざわざ。はい。エディタの表面的な UI を操作するのではなく、ブラウザの根本のパイプラインから直接イベントを流し込むことで、エディタに今間違いなく生身の人間が物理キーを押しましたよと錯覚させる一種の裏技ですね。いやー、すごい話ですね。つまりこれらは何を意味しているのか。表面上は人間が使うための美しいエディタ画面があるのに、
その裏側では、テストボットという機械が被災上のネイティブコマンドを使ってエリタという機械を騙してテキストを打ち込んでいる。ええ。さっきの AOAO の話もそうです。人間が見るウェブサイトの裏側に AI のクローラーに読ませるための専用の LMZF テキストが存在している。これって私たちの見えないところで機械と機械が会話するための裏ルートが完全に出来上がっているってことですよね。まさにその通りです。現代のウェブにおいて、私たちが目にする派手なデザインや直感的な UI というのは、もはや人間というレガシーなデバイスに向けた表面的な装飾に過ぎなくなりつつあるんです。人間がレガシーデバイス？構造化されたデータ、ネイティブなコマンド、そして精緻に組まれたプロンプトこそが、現代のエコシステムを駆動させる真の共通言語になっていると分析できます。いやー、今日のディープダイブ振り返ってみると本当に濃密でした。AI による自律的なバグ修正から始まって、人間と AI をつなぐためのプロンプトという名の文脈作り。はい。そしてその AI のスピードに耐えうるためのサーキットブレーカーやジッターを備えた絶対に落ちないバックエンドアーキテクチャ。最後に AI エンジンに見つけてもらうための AOA を、機械同士がやり取りするフロントエンドの裏側。リスナーのあなたが今日持ち帰るべき最も重要な視点は、個別の技術ではなくて、システム全体を貫く文脈、コンテキストなんですよね。コンテキストですね。あなたがコードを書くエンジニアであれ、チームを率いるマネージャーであれ、プロダクトを売るマーケターであれ、システム全体の文脈を理解して、AI を単なるツールではなく、対話すべきシステムの一部として扱うこと。それがこの2026年を生き抜くための最大の武器になります。コンテキストを制する者がシステムを制すると。はい。それでは最後にもう一つ面白い思考実験をしてお別れしましょう。今日見てきたように、私たちのコードは AI が書き、そのシステムは AI のボットがテストし、作られたウェブサイトは AI の検索エンジンにやまれるために最適化されています。機械が書き、機械が読み、機械がテストするエコシステムですね。だとしたらですよ、インターネットにおいて生身の人間のユーザーは一体いつから第一の観客ではなくなってしまったのでしょうか。それは本当に深く考えさせられるテーマですね。ぜひリスナーのあなたも今度の週末にでもコーヒーを飲みながら考えてみてください。本日の探求はここまでです。次回もお楽しみに。